ゲテモン釣りです。肩のいい3の字です。誰かいる人いねえよな、おらんよな。でかいな、これ。これ3の字ついたの。そうそう。違うか。思って。これすごいカラフルなの、びっくりしちゃった。はい、おかえりやす。21日、柴さんに食いつけなさい。磯上がりしました。ここは由良半島。南向きの通称中線場と言います。ちょっと奥に引っ込んだ感じの磯ですね。ただ、ここでイサキと大型のアジが今よく釣れるということで、騙されたということでも何でもいいんだけど、海が見たくなってきたのでやってきました。今午後3時、だいたい7時から8時ぐらいの間に魚がいたら釣れ始めるそうです。朝まで頑張ります。ここから行きますか。はい、ここです。はい、ここです。Iho, Iho, Iho, Iho. We have to inform them all the people live in life in peace. これそうだ。この古いアルミサッシを再利用したけど、特に問題はないですね。別に問題ないけどよ。お金があれば、そらペアガラスの、いやピカピカなくてもいいけど、ペアガラスのやつにしたいですね。お金があったらペアガラスおすすめです。何でも廃品利用みたいなもんです。外のね、外入んないし、暖房代もいきます。これは何やってんだっけ？何やってんだろうな。自分でもわかんないよ。なんだっけこれ。秘密。忘れちゃった。単に忘れただけ。もうボケ老人ですから。ボケ老人。はい。タイルカーペット35までいいとこ60枚も注文しません。何をどう喋りましょうか。なんか質問くださいよ。はい。これは何の作業でしょう。これサイデング張り工事だよ。サイデン張る。こうやってもうひたすらこう釘を打ち込んでいく。そうやな。それでこんなレンガみたいな綺麗なあれできちゃうもんなのね。印刷だからな。でもどうなの耐久性は。結構持つよ。多分3ヶ月ぐらい持つだろう。3ヶ月は冗談だろうけど、もう3ヶ月経ってんだよ工事から。本当に何ヶ月ぐらい持つもんなの？4ヶ月だろう。つけないでよ。これだって本当はどっかの作業で使うために買ったものでしょ。でも在庫でしょ。中止になったからさ。中止になったから。材料が残っちゃって。そう。ここで使ったわけです。そう。要は廃品利用です。廃品にしても新品でしょ。買った時は新品だよ。うちってそういうパターンが多いよね。だから儲けなんねんだよ。エアコンとかね。これはな、一応下穴開けるんだよ。ちっちゃい穴開けとくと先に。上からドン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 と穴開けて打ってもいいんだけど、表面の色がちょっと剥がれる時あるからさ。表面の色が剥がれちゃうの？やっぱり下の開けんと釘が立ってる部分がボコンと広がったりな。モスグリーンだから剥げたら目立つよね。目立つな。モスグリーンがなくても目立つけどね。だからちょこちょこって下穴開けとくと釘も打ちやすいし。結構重いもんなんだけど、まだこれぐらいの作業ができます。日本の家って時々外壁をこう塗り替えたりするでしょ、ペンキで。いろんな塗料でね。この家はそういうの必要ないの？いや、あるよ。売ってないじゃん。お金がないんだから。もう住宅ローン払うにしだったから、家の改装どころじゃなかったよ。でもどっか塗るところとかある？え？塗るところとかある？
家中全部塗らないかんでしょ。屋根そうなのも。うん。屋根もペンキって塗るんだ。塗るよ。床屋さん大変だね。うん。だから塗り替えとか必要ないような、いい瓦でも乗っけとかいいけど。ああ、うちはそうじゃない。そうじゃない。コロニアルだから。コロニアル。うん。安もんだよ。それって普通は何年に一度乗り換えをおすすめするの？最低でも10年に1回やな。それだってもう30年経ってんじゃない？そう。だから自分の家なんかどうでもいいんだよ。でも雨漏りとかしないなら確かにどうでもいいわ。お隣なんか結構何度も乗り換えてるもんね。趣味だろすごい色になってるけどな。ちょっとびっくりした。のけぞっちゃった。誠ちゃんみたいな家じゃないけどもな。いろんな家があるんだな。でもシカゴの家は塗り替えるところがなかったからすごい不思議。そんなことより屋根のやり替えがあったや。屋根はね、10年に一度張り替えるものね。あれよくするもんですよ、あんなもんで。あれ紙やで。タウンハウスなんかだとそういう決まりがある。10年に一度張り替える。ある素材紙やからな。プレートしてるいわゆるごつい紙なんだよ。でそれにコールタオルを染み込ましてるような。日本でも昔あったやシングルって言ったよな。シングル商品名であったんだよ。安いものを使ってるのね。ただある意味ゴールテックかもしれないな。向こうの場合だったらサンプルがすごいから。なるほどね。だからかもね。いろんな外壁があるんだね。やっぱその地方だから日本製の瓦持っていくと変な瓦持ってったら持たねえな。寒すぎて。そう。だから乾電池。日本のほら岐阜のすごいいいやつあるじゃない。あとだな3種。3種系か。島根の方なんだっけ石州か。あらいいな。ああいうのだったらもうアメリカでも持つな。多分持つと思う。とにかくね、普通の瓦はね、海が近いとかね、ちょっと弱いんだよ。塩害、潮の害があったりな。これと寒い寒冷地だと、いわゆる島外。やっぱ岐阜のと、その島根のが最高。最高。東市で家建てた時は、いいもの使ってたよね。そう、ある3種ね。あんな洋風ないい感じでもあるのね。最近のがある。これ失敗してんな、大工さん。大工さん何失敗してんのよ。ここ白くなってるだろ。どうしてそんなミスしたの？わかんない。腕落ちましたね、大工さん。本当？もう引退したいけど借金がありますから引退できません。おい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 
はい、次の段取りして。ローンは終わったけど国金に借金があるんですね。そうそう。何のために借金してんだか。でも税理士さんの YouTube を見てたら、うん、事業用の借金っていうのはあった方がいいとか言ってたよ。ない方がいいよ。私もそう思うけど。あった方がいいで。取るなよ。ないよ。事業用の借金があった方がいい。借金なんかないに越したことねえんだよ。そりゃそうだ。借金あると返さなくちゃいけないもんね。そうそう。これはこのお腹の中に1億円ぐらい入ってるからな、これ。タンス預金ならず、お腹貯金。お腹預金だな。お腹に1000万円。パンチを入れると1億円ぐらい出てくる。動きは速くなりましたね。やっぱりね、これが本来の運動神経なんだ。早送りにしてるだけです。だけどやっぱ70ぐらいになるとダメだな。まだ70歳になってないでしょ。もうちょっとで。でも70歳の大工さんっているよね。いるな。だからやっぱり若い時に本当にこういっぱい遊んで貯金もしなかったような大工はやっぱ80が来ても大工じゃない。まあ仕事が合ううちが花。そうですよ。頑張りましょう。ね、この時は12月はこれやってたけど、今はあちこちいろんな仕事をやってます。しかし建築ってのは儲からねえな。もうつくづく思うよ。お金いっぱい入ってくるけど月末になるとさーってさーっと消えるね。さーっと支払いで
あ、どうしよう、残りもうないよって。今月俺の給料も出ないな。あるある。あるある。これは本当にこれ労働基準法に、労働基準法見たらもうとんでもないことしてんだよな。うん、脚立の上に乗ってるって。けどその上乗っかって一番てっぺんまであるからさ。そんなこといちいち労働基準法って起こる？あと暇だからさ。暇じゃ何もやってくんないよ。やってくわ、やたら文句たらて飯食ってんだよ。私が学習塾で働いてる時とかさ。そういうことを強要してんだよ。ほっとけよと思うんだけどさ。ちゃんと給料払うように指導してくれたらいいのに、そういうのは全然やってない。だって儲かるようにしてくれるな。生活が安定するようにこう指導してくれたらいいんだけど。年に10日の、なんとか、有給休暇だってさ。年に休暇こんなやつは取ることにねえとか取ったんだよ。だよ。だけど新築一軒でも、俺一人で張ってたからな、サイリング。よくやったやん、20代だったな。もう一人でやってた。もう単純にね、欲でね、誰かを雇うとお金払わないかんでしょ。で、それ払うのがもったいねえからな。何も冬でもね、もう暗いうちに起きてね。ほんで夜明けとともにトン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 やってて何回怒られたやら。大工さん日曜日ぐらい仕事休んでくれよ、言ってな。やっぱ今はね、8時から5時でやらないとまずいよね。まずいな。それでもうるさい言われるし。昔は「じゃがんしこの野郎」って言ってやってたけどな。だから嫌われてるとたくさんあっただろうな。どうしても音は出ますね。うちもうるさいけどお前もうるせえんだよって。ここに住んでるところはいいよね。皆さんそれぞれに結構うるさいから。カラオケやってたりね。どんとこどんとこ下手な歌歌いやがってよ。あと子供さんの声がうるさい家とかね。犬ワンちゃんの鳴き声がうるさい家とかいろいろ集まってて。なんで骨子は。締めです。エンディングです。こいつはあんまりうまくねえなこいつは。こういうやつはな食べてもうまくねえんだよ。猫なんか食べません。でも可愛いねこの野郎。どこの猫だよ。知り合いの猫。違うよ。ね。ミッキーのうちの猫じゃん。こんな猫いたっけ。いたよ。3匹のうちの1匹だよ。はるちゃんかな。お名前は分かんない。ほら。はるちゃんやな。はるちゃん。はい、おしまい。はい。やっとこれでビール飲んで寝れる。